皆さんは日常の中で座ったまま作業しながら移動したいと思ったことはありませんか？例えば、オフィスで資料を持ちながら会議室へ移動したいときや、買い物中に商品を手に取りながら店内を巡りたいときなど、移動と作業を同時に行いたい場面は数多くあります。あるいは、足腰に不安を抱える方が、立っている人と同じ目線で会話したいと感じることもあるでしょう。これまで、移動手段としては歩行や車椅子、電動スクーターなどがありましたが、それぞれに制約がありました。歩行では荷物を持つと両手が塞がり、車椅子や電動スクーターは操作によって両手が塞がります。その状態で移動中に別のことをするのは非常に困難です。もっと自然に、もっと自由に移動できないだろうか。そんな課題に応えるべく、ホンダによって開発されたのがユニワンです。ユニワンは、座ったまま体重移動だけで全方向に移動でき、両手も自由に使える革新的なパーソナルモビリティです。移動時には座面が上昇し、立っている人と近い目線の高さになるため、自然なコミュニケーションも可能です。この革新的な技術が、障害の有無や年齢を問わず、すべての人の移動の自由度を高め、新たな可能性を開こうとしています。ホンダ独自のロボティクス技術によって生み出された次世代モビリティが、私たちの移動の概念をどのように変えていくのか、その可能性に迫っていきましょう。ユニワンとは、ユニワンはホンダロボティクスのコンセプトの一つである身体機能の拡張に基づき開発されました。身体やスキルの制約を超えて、人の可能性を広げることで新しい価値を提供する試みです。実は、ユニワンの前身となる技術開発は2012年まで遡ります。ホンダは同年にユニカブ、そして2013年にはユニカブベータというパーソナルモビリティを発表していました。これらの開発で培った技術を進化させ、より実用性を高めたのがユニワンなのです。ユニワンの最大の特徴は、座ったまま体重移動だけで全方向に移動でき、両手が自由に使えることです。この体重移動による直感的な操作を実現しているのが、人協調バランス制御技術です。搭乗者の姿勢の動きをセンサーが検知し、その傾きや角速度を糸推定制御機で演算することで、搭乗者の移動意図を推定します。例えば、前に進みたければ少し前に体重をかけるだけで前進し、右に曲がりたければ右に体重をかけるだけで右に進みます。まるで歩いている時のような、自然な感覚で移動できるのです。さらに、ユニワンは従来のユニカブベータと比較して2倍以上の制御演算速度を実現しており、姿勢のわずかな変化にも素早く反応します。この反応速度によって高齢者から子供まで、様々な人が直感的に操作できる高い操作性を実現しています。もう一つの重要な技術が、ホンダオムニトラクションドライブシステム、ホットドライブシステムと呼ばれる独自の車輪機構です。全方向に高い応答性で移動できるこの技術を左右に2機搭載し、協調制御することで、全方へのスムーズな移動を可能にしています。ユニワンには、ローポジションとハイポジションという2つのモードがあります。ローポジションは乗り降りする際に使用するモードで、安定した低い姿勢をとります。モード切り替えは電動で行われますが、何らかのエラーが発生した場合には、速やかにローポジションへ自動移行する安全機構も備えています。最後にユニワンのスペックも見ておきましょう。最高速度は時速 6km で、4.5km、3km、1.5km にも設定が可能となっており、一度の充電で3時間、距離にして約 10km を走行できます。交換式リチウムイオンバッテリーを採用しており、充電時間は最大2時間とされています。IPX4 相当の防水性能を持ち、滑りやすい路面や歩道での走行も可能です。ユニワンの優位性。直感的な操作性と解放される両手。従来の電動車椅子はジョイスティックやボタンなどの操作装置を使うため、片手をコントローラーに取られてしまいます。また、一般的な手動車椅子では両手を使って車輪を回す必要があるため、
移動中に両手を使った作業はほぼ不可能でした。一方、ユニワンは体を傾けるだけで移動方向を指示できるため、手を使いません。歩く時のような自然な感覚で操作でき、両手が完全に自由になるため、移動しながら資料を持ったり、物を運んだり、作業をしたりすることが可能になります。実際に日鉄興和不動産株式会社の品川インターシティでは、ユニワンを活用した清掃業務の実証実験が行われました。従来は徒歩で行っていた清掃作業をユニワンに登場して行うことで、同エリアにおける清掃時間を約 25% 削減し、1日あたりの歩数を 40% 削減することに成功しています。移動しながら両手で清掃作業ができるという特性は、業務効率の大幅な向上につながったのです。目線の高さを保ったコミュニケーション。従来の車椅子は座面が低く固定されているため、使用者の視線は立っている人の視線と大きく異なりました。ユニワンはハイポジションモードになることで座面が上昇し、立っている人に近い目線を実現します。同じ目線の高さでコミュニケーションできることは、心理的なバリアを減らし、より自然な対話を可能にします。オフィスや接客現場では、この特性がより対等で円滑なコミュニケーションを促進するでしょう。全方向への移動と小回り性能。ユニワンは独自のホットドライブシステムにより、前後左右だけでなく、斜め方向への移動やその場での360度回転も自在にできます。こうした全方向への移動能力により、狭い空間や人混みでもスムーズな移動が可能になります。さらに、壁や机などに手をついて進路変更することも容易にできるため、より自然な移動体験を提供します。この優れた小回り性能と全方向移動能力は、混雑した商業施設や狭い通路のあるオフィスなど、様々な環境で大きな優位性となります。安全性と安定性の向上。ユニワンには、安全性と安定性を高める様々な工夫が施されています。まず、モード切り返しの安定性向上のため、シートや着地脚部と車輪機構ユニットの間にボムブッシュを組み込み、衝撃を緩和しています。さらに、異常を検知した場合には機械的にローポジションへ移行し、転倒を防ぐ安全機構を備えるなど、可能な限り転倒を防ぐ設計になっています。こうした安全機構により、初めて使用する人でも安心して操作できるようになっています。公道走行の実現。従来の多くのパーソナルモビリティは、法規制の関係で私有地内での使用に限られていました。しかし、ユニワンは2025年1月に移動用小型車としての形式認定を国家公安委員会より取得しました。道路交通法上で歩行者と同等の扱いとなり、私有地だけでなく歩道でも走行が可能になっています。公道走行が可能になったことで、ユニワンのユースケースは大きく拡大し、街中での移動や観光地での利用など、より広範な活用が期待できます。普及に向けた課題。様々な環境への対応と走行性能の向上。ユニワンを幅広い環境で活用するためには、様々な路面状況や傾斜に対応できる走行性能が求められます。傾斜路の勾配が10度までの道路しか走れないという制限があり、まだ走行可能な道路に制限があります。普及するためには屋外の不整地や悪天候時の滑りやすい路面など、様々な条件下での安定した走行性能が求められます。現在も改良を継続して行っていますが、路面状況を検知するセンサー技術の向上や、ホットドライブシステムのさらなる進化など、より多様な環境での安定した走行の実現が不可欠でしょう。バッテリー性能と航続距離の課題。電動モビリティにとって、バッテリー性能と航続距離は常に重要な課題です。ユニワンの航続距離は 10km ですが、1日を通して活動する場合や、広大な施設内で長時間使用する場合には、より長い航続距離が求められるでしょう。現在は、交換式リチウムイオンバッテリーを採用することで、バッテリー交換により継続使用できるようにしています。しかし、
何度もバッテリー交換が必要になるのは利用者にとってストレスになります。バッテリー技術の進化は電動モビリティ全体の課題であり、今後のテクノロジーの発展に伴う解決が期待されます。ユーザートレーニングとサポート体制。ユニワンは従来の車椅子や電動スクーターとは操作方法が大きく異なるため、初めて使用する人には適切なトレーニングやサポートが必要です。体重移動による操作は直感的であるものの、バランス感覚や微妙な重心移動の感覚を習得するには一定の慣れが必要でしょう。導入時の丁寧なトレーニングプログラムの開発や、使用方法を解説する映像コンテンツの提供などが必要になる可能性があります。また、導入後のサポート体制も重要です。メンテナンスや修理、ソフトウェアのアップデートなど、継続的なサポートを提供できる体制の構築が、導入には欠かせません。法規制と社会需要性。移動用小型車としての型式認定を取得したことで、公道走行が可能になりましたが、実際の運用においては歩行者との共存や交通ルールの整備など、社会的な需要と制度的な対応が必要です。例えば、歩道上でのユニワンと歩行者の共存ルールや、公共交通機関への持ち込み規定など、様々な場面でのガイドラインの整備が求められるでしょう。ホンダは2023年以降の有償試験導入を通じて、人混みの中でもユニワンと歩行者が共存できることを確認していますが、より広範な環境での検証と社会的コンセンサスの形成が必要です。また、ユニワンのような新しいモビリティに対する社会の理解と需要も課題です。見慣れない乗り物が公共空間に登場することへの不安や戸惑いを解消するための啓発活動や、実際の利用シーンの可視化などが重要になるでしょう。カスタマイズ性と拡張性。ユニワンは、障害のある方や高齢者の方専用ではなく、健常者の方も含めてストレスフリーで使うことができるデザインを目指していますが、様々な身体条件や障害の状況に対応するためには、一定のカスタマイズ性や拡張性も求められます。これらの課題に対して、ホンダは横浜市総合リハビリテーションセンター監修の下研究開発を進めており、専門機関との連携による課題解決を図っています。今後も様々な現場でのフィードバックを取り入れながら、より多くの人に使いやすい製品へと進化させていくことが期待されます。日本の関連企業。ホンダ技研工業株式会社、証券コード7267。ホンダ技研工業株式会社は、ユニワンの開発、製造元であり、このプロジェクトの中心企業です。ホンダは1948年に創業され、二輪車、四輪車、パワープロダクツなど、モビリティを中心とした事業を世界規模で展開しています。ホンダは2023年以降、ユニワンの有償試験導入を様々な企業や施設で実施し、ユーザーニーズへの対応や事業性に関する検証を行ってきました。その結果、人混みの中でもユニワンと歩行者が共存でき、歩行と比較してユーザーの疲労度が大幅に軽減できるという検証結果を得られています。こうした検証を踏まえて改良された新型ユニワンを、大阪・関西万博で初公開しました。日鉄興和不動産株式会社、未上場。日鉄興和不動産株式会社は、東京都心のプライムエリアを中心に、大規模都市開発や高級賃貸マンションを手掛ける総合デベロッパーです。1952年に創業し、オフィスビル事業をはじめ、住宅事業、物流事業、ホテル事業、海外事業など多岐にわたる不動産事業を展開しています。オフィスビル管理業務は人手不足や従業員の高齢化といった課題が深刻化しており、日鉄興和不動産ではこれまでも、自動清掃ロボットなどのテクノロジーを積極的に導入して業務改善に取り組んできました。しかし、ロボット技術の限界や設備面の制約から、一部の業務しか代替できていない現状がありました。そこで注目したのがユニワンです。同社は品川インターシティにおいて、業界初のビル管理業務へのユニワン活用実証を実施しました。実証実験では、
清掃業務の一部をユニワンに登場して行うことで、対象業務の作業時間を約 25% 削減することに成功しました。また、従来の徒歩による清掃では、作業後半に清掃速度や品質が低下する傾向にありましたが、ユニワンでは作業開始から終了までパフォーマンスの変化がなく、安定した品質と速度が維持されました。歩数ベースでの負荷軽減効果も明確で、従来1日約1万6000歩だったところ、ユニワンの使用により約 40% の約6300歩を削減できました。さらに、車椅子ユーザーによる清掃業務の実証も行われ、ユニワンが多様な人材の活躍を後押しするツールになり得ることを示す重要な取り組みとなりました。日鉄興和不動産はこうした実証結果をもとに、働く人からも選ばれるオフィスビルを目指して、ユニワンのような革新的なツールの活用を進めていく方針です。株式会社寺本未上場。株式会社寺本は、清掃用品や環境美化製品の製造、販売を手掛ける企業で、1927年に創業されました。同社は清掃業務でのユニワン活用において、専用の清掃用具の開発で貢献しました。日鉄興和不動産での実証実験では、従来の清掃用具の柄が短く、ユニワンに乗った状態では扱いづらい、という課題が浮上しました。しかし、寺本社の協力により、ユニワンに最適化された清掃用具が用意されたことで、この問題が解決されました。このように、既存の清掃用具をユニワンに適合させるカスタマイズを行うことで、実用性を大きく向上させる役割を担っています。また、寺本社自身も千葉県の成田物流センターにユニワンを導入予定であり、物流施設における活用方法の開発にも取り組んでいると考えられます。寺本社のような専門メーカーとの協業は、ユニワンの実用性を高め、様々な現場での導入を促進する上で非常に重要です。清掃用具や物流作業用のアタッチメントなど、用途に特化した周辺機器の開発によって、ユニワンの活用範囲はさらに広がっていくでしょう。いかがでしたか？ホンダが開発した革新的パーソナルモビリティ、ユニワンについて、その技術的特徴から実証例まで詳しく見てきました。これまでの移動手段にはなかった、移動しながらの作業を可能にし、コミュニケーションの質を高めるこの革新的なモビリティは、私たちの移動の概念を変える可能性を秘めています。ホンダのロボティクス技術から生まれた独自技術は、この直感的で自然な操作感を実現しています。ユニワンはすでに様々な企業や施設で有償試験導入されており、実際の現場で効果を発揮しています。働き方や生活様式に変革をもたらす可能性を秘めており、オフィスビル管理、小売、商業施設、医療、介護、観光、オフィス環境、物流など、様々な業界での活用が期待されています。特に注目したい点は、ユニワンが多様な人材の活躍を後押しするツールになり得ることです。もちろんバッテリー性能の向上や価格の適正化、様々な環境への対応力強化など、解決すべき課題もあります。しかし、ホンダは有償試験導入を通じて得られたフィードバックをもとに着実に改良を進めており、普及に向けた取り組みは着実に前進しています。ユニワンのような革新的なモビリティは、私たちの社会に移動に関する新たな選択肢を提供します。障害の有無や年齢を問わず、すべての人がより自由に、より効率的に、そしてより快適に移動できる社会。そんな社会の実現に向けて、ユニワンは重要な一歩を踏み出しています。移動の自由と両手の自由を同時に実現するユニワンが、これからどのように私たちの生活に浸透し、社会を変えていくのか。その進化と普及の過程を、これから私たちの目で見届けましょう。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。